これを見てください。最新の天気予報 AI モデルを使って実際に天気予報の計算をやってみたんです。しかも AI を使った天気予報は数分で計算できちゃう。従来の数値予報と比べてはるかに早く、そして安く計算できちゃうんです。私も実際に試したんですが、なんと500円で計算できちゃいました。コメダのコーヒーやマクドナルドのセットメニューよりも安い価格で天気予報ができるなんてびっくりですよね。今日は天気予報の科学と最新の AI 天気予報技術について紹介します。皆さん、毎日の天気予報ってどうやって作られているか知っていますか？実はあれ、めちゃくちゃ大変な計算をしているんです。地球全体の大気と水、空気の流れ、温度、気圧、そして雲や水蒸気がどう変化していくかを物理の方程式に基づいてシミュレーションしている。流体力学や熱力学の方程式を地球規模で解いているわけですが、ものすごく複雑で入り組んだ計算が必要なんです。この計算をコンピューターでシミュレーションしようとすると、数百台のマシンで構成されるスーパーコンピューターを使って10日間の予報を出すのに数時間かかる。それくらいハードな計算になっちゃうんです。普通の企業や個人が同じことをやろうとしてもまず無理だったのも昔の話。私が今回実際に試したように、コーヒー1杯分くらいのコストで天気予報ができるようになってきてるんです。ここ数年で状況を大きく変えたのは AI 技術の発達。 AI を使った天気予報モデルが登場して、10日間の天気予報が高性能 GPU を1枚使えばたった1分で計算できちゃう。数百台で数時間だったものが1枚で1分。びっくりするくらい早いですね。そして嬉しいことに、こういった学習済みモデルのいくつかは一般に公開されていて、クラウドで高性能 GPU を借りれば個人でも手軽に動かせるようになっているんです。では AI 天気予報について話す前に、まずは従来の天気予報がどうやって作られているか、もう少し詳しく見ていきましょう。空気が動いて温度が変わって、水蒸気が雲になって雨が降る。こういった現象は流体力学や熱力学をはじめとしたさまざまな微分方程式で記述できることが知られています。じゃあその方程式を解けばいいじゃんと思うかもしれません。でも残念ながらこの方程式は複雑すぎて紙と鉛筆では解けないんです。高校で習う二次方程式みたいに公式がないので、x イコールいくつみたいな形の答えが出てこない。そこで使われるのが数値計算という方法です。シミュレーションという方がイメージしやすいかもしれません。数値計算では曲線の点と点を線で結んで近似する方法で計算するんです。正解ではないけど、できるだけ正解に近い値を出そうという発想ですね。では簡単に数値計算がどんなことをやってるのか説明します。まずスタート地点を決めます。 x が0の時、 fx は1としましょう。そしてちょっとだけ先、 x が 0.1 の時の値を計算します。微分方程式が傾きを教えてくれるので、その傾きに従って少し進む。そしてまた次の点、 x が 0.2 の時の値を計算する。これを繰り返していくと関数の形が少しずつ見えてくるわけです。この少しずつ進んでいく方法の一つがルンゲクッタ法と呼ばれる手法です。ここで重要なのがどれくらい細かく刻むかという話。さっきの例では 0.1 刻みで計算しましたが、もっと精度を上げたければ 0.01 刻み、0.001 刻みと細かくしていく必要があります。でも刻みを10分の1にすると計算回数は10倍になりますよね。
区切りを細かくしていくとどんどん計算量が増えてしまうことが重要な問題です。天気予報では地球全体をシミュレーションしないといけない。さっきの例は1次元でしたが、実際の大気は3次元。東西、南北、そして高度方向に空間が広がっています。さらに時間も加わる。例えば地球を 25km 四方のグリッドで区切ると約100万個の点になります。さらに高度方向にも何十層と分ける。そして時間方向も細かく区切って少しずつ進めていく。すると1次元で100回だった計算でも3次元プラス時間になると計算量が爆発的に増えちゃうんです。こうなるともう普通の計算機では計算できなくなっちゃう。これが天気予報にスーパーコンピュータが必要な理由です。だから最先端の天気予報は国家プロジェクト級の規模になるわけです。しかしそこに登場したのが今日の本題、 AI を使った全く新しいアプローチでした。機械学習ってざっくり言うとこういうことをやっています。まず大量のデータを用意する。そのデータを使って入力からどんな出力が出るかを予測させる。予測が正解とどれくらいずれているかを計算して、そのずれが小さくなるようにモデルを調整する。これを何度も何度も繰り返すことでだんだん正解に近い予測ができるようになっていく。人間がこういう法則で計算しなさいと教えるんじゃなくて、データから機械に自分でパターンを見つけ出させる。これが機械学習の基本的な考え方です。ものすごくシンプルな例で見てみましょう。ボールを投げた時の放物線を予測する AI モデルを作ってみました。学習データはいろんな初速度といろんな角度で投げた時の軌道、単純に2次関数の計算で生成したものです。このデータでモデルを訓練すると、初速度と発射角度の2つを入力するだけで軌道を予測できるようになります。実際に動かしてみた結果がこれです。かなり正確に放物運動を予測できていますよね。面白いのは、このモデルは二次方程式を知らないんです。でもたくさんのこう投げたらこう飛んだというデータを見ているうちにパターンを学習していき、正確な軌道を予測できるようになるんです。これって私たちがゴミ箱にゴミを投げ入れる時と似ています。物理の公式なんか考えなくても経験的にこのくらいの力でこのくらいの角度で投げれば入るってわかりますよね。行儀は良くないので皆さんはちゃんと投げないでゴミを捨てるようにしてくださいね。ただ正直に言うと、放物運動を予測するのに機械学習を使うメリットははっきり言ってありません。だって二次方程式を解けば一発で答えが出るんですから。でも AI モデルに放物運動を予測させるという簡単な例が天気予報のような複雑な物理現象の予測にもつながっていくんです。機械学習モデルの特徴は学習と予測でコストが大きく違うこと。学習、つまりデータを見ながら傾向を覚えていく段階は確かに大変です。数十年分の気象観測データや数値予報データを読み込んで何千何万回と繰り返し学習させる。でも一度学習が終わってモデルを作ってしまえば予測はほぼ一瞬です。今の大気の状態を入力すると学習済みのパターンに基づいて6時間後の状態がパッと出てくる。数値計算のようにちょっと進んでまた計算してと細かく積み重ねていく必要がない。従来の方法は毎回ゼロから計算していくやり方です。物理方程式を立てて数値計算し、一歩一歩愚直に積み重ねていく。 AI モデルは過去問をたくさん解いて傾向をつかんでいるようなもの。テストだったら細かい原理を覚えずに過去問の解き方をとにかく覚えてしまうのも確かに有効な方法ですよね。早いのは分かった。
でも精度はという当然の疑問が湧いてきますよね。実は最新の AI モデルは従来の数値予報と同等、あるいは場合によってはそれ以上の精度を出しています。例えば2023年のハリケーン D、 大西洋で発生してアメリカやカナダの大西洋沿岸地域に大きな被害をもたらした大型ハリケーンです。このハリケーンがどこに上陸するか、 Google ディープマインドが開発した AI モデルは9日前に正確に予測しました。従来の予報が確信を持てたのは6日前だったので、3日も早く警戒を呼びかけられたことになります。 AI がこんなに早いならもうスーパーコンピュータはいらないんじゃないと思う人もいるかもしれませんが、実はそうではありません。 AI モデルが学習に使っているデータ、これはどこから来ているかというと、従来の数値気象予報の成果なんです。世界中の気象観測データを集めてスーパーコンピューターが計算した物理シミュレーションで過去の大気がどうなっていたかを再現したデータを AI モデルは学習に使ってるんです。つまり AI モデルは物理シミュレーションを置き換えるのではなく、その成果を学習しているわけです。 AI モデル単独で高精度な天気予報ができるわけではないんです。さて、ここまで AI による天気予報の仕組みを説明してきましたが、やっぱり実際に自分で手を動かさないと素直には信じられないですよね。というわけで実際にやってみましょう。今回使うのは NVIDIA が公開している ForecastNet という天気予報 AI モデルです。学習済みのモデルが無料で公開されていて、誰でもダウンロードして使うことができます。ただ、動かすには高性能な GPU が必要です。普通のパソコンに載っている GPU だとちょっと厳しいので、今回は LANPOD というサービスでクラウド上の GPU を時間単位で借りました。今回借りたのは A100 という GPU。1時間あたりの利用料金は約 1.5 ドル。日本円で235円くらいですね。最新の H100 という GPU を使えばもっと速くなるんですが、これは1時間に 2.7 ドルかかるので、コストとのバランスを考えて A100 を選びました。入力にはアメリカの気象機関 NOAA が無料で公開している世界中の気象観測データを使います。世界標準時で2025年1月1日0時の実際のデータをダウンロードし、入力データとして与えます。そこから60時間後、つまり1月3日の12時までを6時間ごとに予測することにしました。3日間の天気予報の推論にかかった時間はだいたい35分くらい。環境構築や気象データのダウンロード、モデルの読み込みなどの時間を含めてかかったコストはおよそ3ドル、500円弱ですね。ワンコインで天気予報ができちゃいました。では結果を見てみましょう。これが AI が予測した天気です。地表の気温、風速、海面気圧、上空の気圧配置、さまざまな気象要素が6時間ごとにどう変化していくか予測できました。こういう計算が個人のお財布で、しかもワンコインでできてしまう。ほんの5年前には考えられなかったことです。ただ今回は実際の2025年1月1日から3日の天気と比較して当たっていたかまでは厳密には検証していません。今回はあくまで AI モデルを動かして予測結果を出すところまでのデモだと思ってください。それでも数年前まではスーパーコンピューターを使う国家プロジェクト級の計算資源が必要だったことが、今やコーヒー1杯分のコストでできる。これはすごく画期的なことだと思います。今回の動画を撮るためにLANPODで GPU を借りたときは10ドル使って何の成果も得られませんでしたみたいな結果になっても、それはそれで取れ高ができて美味しいかなって思ってたんですけど、思ったよりあっさりできちゃったので、
500円以下でできるって部分を押すことにしたんですよね。それはそれで美味しいなと思ったので、結果オーライです。今回私が使った NVIDIA のモデル以外にも AI 天気予報の研究は世界中で進んでいます。Google のグラフキャスト、マイクロソフトのオーロラ、ファーウェイのパングーウェザー、そしてヨーロッパ中期予報センターの AIFS。大手 IT 企業だけでなく、従来の気象機関も AI を取り入れ始めているんですね。また、全部を AI に置き換えるだけでなく、様々なハイブリッドなアプローチも登場しています。例えば、従来の数値予報の中で、特に計算が重い部分だけを AI に置き換えたり、観測データの精度を AI で向上させたり、数値予報の計算結果を AI で補正したり、AI と従来の数値予報のいいとこ取りをする研究がいろいろな方向で進んでいます。でも AI が万能ではないのは皆さんも知っての通り。チャット GPT などの大規模言語モデルがもっともらしい嘘をついたり、画像生成 AI が手づかみでラーメンを食べる人を描いたり、AI が変なことをするのは皆さんよくご存知だと思います。AI はとても賢くて便利だけど万能ではない。天気予報 AI も同じです。だからこそ科学研究にどのように AI 技術を取り入れていくのか、世界中の研究者や技術者、そしてその研究成果を利用する私たちが考えなければならないと思います。天気予報 AI はその中でも特に私たちの生活と密着しているとても重要な例だと思います。最後に一つだけ注意を。日本では天気予報を業務として行うには気象庁の許可が必要です。今回のように自分で試してみたくらいなら大丈夫ですけど、これを使って商売を始めたりすると法律に触れる可能性があります。あくまで研究や学習目的で楽しんでくださいね。今日は数値天気予報と AI 天気予報の簡単な解説をし、そして実際に天気予報 AI モデルを動かしてみました。スーパーコンピュータが必要だった天気予報が今やワンコインで誰でも手軽に試せる時代になったんですね。スタバやコメダにコーヒーを飲みに行くのを一回我慢して天気予報で遊んでみるのも楽しいと思いますよ。それではまた次の動画まで。ごきげんよう。